どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、だいぶ前に動画で紹介していたレッドビーシュリンプ水槽のことは覚えていますでしょうか？リセットが必要ない最強のレッドビー水槽をコンセプトに立ち上げた水槽です。再生リストにもまとめているので、気になる方は概要欄の URL からチェックしてみてください。実はレッドビーシュリンプ関連の動画って自分がチャンネル登録者数2桁台の頃から連発しており、自分の中でも結構思い入れの深いジャンルなんです。一番最初に伸び出したのがレッドビーのポツポツ誌の動画だった記憶があるくらいです。まあ伸びると言っても数百再生程度ですが、それに味を占めてポツポツ誌の原因を探ったりとだいぶこすってましたね。そんなレッドビー水槽、最後に出した動画が2022年5月ということで、そろそろ丸1年が経とうとしています。その最後に出した動画も、レッドビー水槽立ち上げから1年経過した報告動画ということで、だいぶ触れられていません。たまにどうなってるのか聞かれることもあったんですが、正直動画にするほどの出来事がなかったんですよね。というわけで今回は、そんな思い出深い最強レッドビー水槽をリセットしていきたいと思います。動画にしていなかったレッドビー水槽の衝撃の現在をご覧ください。それではリセットするにあたって今までのレッドビーシュリンプの歴史を時系列順にお話ししていきます。事の始まりは動画投稿をする前まで遡り、60センチロータイプ水槽に数十匹のレッドビーシュリンプを入れたことに端を発します。その頃は右も左もわからない状態で、減ることはあっても増えることはないみたいな感じでした。できればレイアウトをしながら楽しみたかったんですが、そもそも水草の実の字も知らない頃だったので、そんな手探り状態の中、シュリンプも増やそうなんてことは無謀以外の何者でもありませんでしたね。そんなレイアウトもどきのロータイプ水槽での飼育から、レッドビーシュリンプ水槽を立ち上げたのが2020年の3月くらいのこと。すでにそこから3年経過していると考えるとものすごく感慨深いんですが、かろうじて映像が残っていたのでいくつか紹介していきます。この時は提唱はマスターソイルか何かを使ってたと思います。アマゾニアも使用してたかどうかは今となっては曖昧ですが、とりあえず栄養系ソイルがいいみたいな認識はありました。こんな感じで謎に流木を置いたり、風の実を置いたり、キャビティを置いたりしてます。ご覧の通り、この時は結構レッドビーンの知恵火がいたようですね。これだけ見ると順調そのものなんですが、ここからがなかなか成長せず、増えても大きくなる前に姿を消す個体が多数。結果的にポツポツ誌が始まり、2020年8月に助けてください動画を出しました。いろいろアドバイスもいただいたんですが、劇的に回復することはない状態。そこから動画をバンバン出し、ミネラルウォーターを入れたりなんやかんやこねくり回した結果、なんとか持ちこたえることができました。個体数は覚えていないんですが、ポツポツ誌が始まった当初に比べるとある程度回復したと記憶しています。ただ、その時点で水槽立ち上げから1年が経過しており、これ以上の改善は見込めないと悟ったため、新たな水槽を立ち上げることにしました。それが冒頭にもお話したリセットが必要ない最強レッドビーシュリンプ水槽です。映像が残ってなくて申し訳ないのですが、アクリル製のティッシュケースに猫よけマットと底面フィルターを入れ込み、そこにアマゾニアを大量に入れるという立ち上げ方を行いました。その周りは流行りの薄敷きにしており、厚敷きと薄敷きのいいとこ取り的なものを狙ってたようです。ちなみにこの底面フィルターを投げ込む立ち上げ方法は台湾式と呼ばれるようで、水槽自体をリセットせずともソイルの寿命が来たらこの投げ込み式の底面フィルターを取り外せばいいという画期的な立ち上げ方法でした。厚敷きの底面フィルター仕様だと目詰まりなどの関係上、どうしても1年くらいでリセットしないといけないため、それを防ぐ薄敷きにしつつアマゾニアの栄養分を最大限に生かす戦法です。ただこの台湾式、いくらリセットしなくていいと言っても投げ込み式フィルターの中に入っているソイルが水槽内のほぼ全てのソイルなので、それを洗ったり新品のソイルに交換したらそれはもうリセットと同義です。そんな水質変化を防ぐために映像でお見せしているように2つの投げ込み式フィルターが入っているわけですね。これを交互に交換することによって急激な水質変化を防ぎ、
永続的に水槽を維持するという考えでした。ちなみにこの水槽はすべてアマゾニアソイルを使用していたため、レッドビーを入れるまで丸々2ヶ月程度かかってます。その間に自分は引っ越しを行い、現在住んでいる新居にこの水槽も持ち越しました。結果的にレッドビーを入れられたのは2021年5月ということで、立ち上げから引っ越しを挟んでの導入となりました。その間にマイナーチェンジを行い、止水域を作らないよう投げ込み式フィルターの下に足を置いたりしてます。そんな最強レッドビーシュリンプ水槽を立ち上げて1年経過した時に動画を出したんですが、結果的に言うと爆食することはありませんでした。この水槽に入れてから劇的にエビが増えることも減ることもなく、ただただ緩やかに時間が経過していった形です。正直結構頑張って立ち上げたので、これから爆食することを期待していた分、レッドビーに対する情熱も冷めてきてたんですよね。今までは憧れのレッドビーという感じで、どこばかりに固執していたんですが、様々な生態に触れていく中で興味が分散されました。別に飼育を放棄したとかそういうわけではないです。ただ夢だった爆食は目指さなくなったって感じですね。そこからは動画で全く触れておらず、ただただ飼育していただけです。というわけで動画で登場しなくなった現在のレッドビーシュリンプ水槽がこちら。あまり繁殖がうまくいかなかった結果、レッドビーシュリンプの数も1桁になっています。おまけにカワコザラガイが大量発生しており、なかなか手出しができない状態でした。ご存知の通り、自分はスネールを駆除するために全水槽に薬剤を投与したんですが、さすがにレッドビーシュリンプ水槽にそんなやばいことはできないので、カワコザラガイは野放しになってます。まあ正直カワコザラガイなんてただの雑魚なんで脅威ではないんですが、スネール駆除を全水槽に行ってからは、この水槽だけ水替えする時も若干の緊張感がありましたね。投げ込み式の沈殿層に溜まっているデトリタスはこんな感じで結構降り積もってます。これに関しては特に問題はないんですが、フィルターを再稼働したらこれが底面フィルターに吸い上げられ、水槽内が濁ること確定です。そんな終末感が漂っているこの水槽なんですが、元々のコンセプトである交互にソイルを入れ替える作業を行えば、これからも維持できるように思いますよね。それはそうなんですが、実はこの水槽、結局一度投げ込み式フィルターの片方を洗っただけでソイル交換してないんです。完全にコンセプト崩壊しているのはご愛嬌なんですが、なんでそれをしなかったのかというと、レッドビーが増えなかったからです。今いるレッドビーを増やすことを目的としていたので、それが達成されないなら別にソイル新しくしたところで変わらないですからね。バリバリアマゾニアの栄養が残ってる導入初期ですら増えなかったので、それ以上の結果は期待できないと思った次第です。まあそれでも3年前に購入したレッドビーをここまでつなげられたのは初めてにしては上出来なのではないでしょうか。増やせこそしなかったわけですが、結構楽しく飼育できたと思います。とは言っても今いるレッドビーは移住させないといけないため、リセットすると同時に救出作業も行っていきます。リセット方法は簡単で、ただ投げ込み式フィルターを取るだけです。この手軽さがレイアウト水槽にはない利点ですね。レイアウト水槽の場合は生態を救出するだけでも一苦労です。取り出す時に注意したんですが、それでもこれくらいお礼が待ってしまいました。隣のフィルターも慎重に取り出していきます。慎重にしすぎた結果、めちゃくちゃ水が溢れました。あとは水をある程度抜き、更地になった水槽でビーシュリンプを捕獲していきます。地味に南沼エビも共存してました。というわけで、回収したレッドビーシュリンプの収容先はどこになるかというと、こちらのクリプト水槽になります。この水槽は何かと話題にしまくっていた水槽なんですが、溶けるクリプトは全て溶けたので、ここに導入することにしました。未だにハゲ山なのは気にしないでください。殺風景ではありますが、溶けてる葉がないだけでだいぶ気持ち的には楽ですね。自宅内での水槽移動ではありますが、レッドビーは水質に敏感なので、しっかりと点滴用で水合わせを行いました。導入失敗が一番悲しいですからね。というわけで水合わせも終わったので導入。なかなか出ていってくれません。ただ暴れる様子もないので、とりあえず一安心といったところでしょうか。じれったいので全部強制的に出ていってもらいました。導入直後の映像はこちら。
必死につまつましてますね。この水槽、未だに生態がいない関係上、実はケンメジンコとかの微生物が結構湧いてるんです。きっと溶けたクリプトの葉が育ててくれたんでしょう。それだけ微生物がいるということは、レッドビーが食いっぱぐれることもないので大丈夫だと思います。ただ、正直ここから増えることはないです。今後は他の生態も入れていく予定なので、チエビが生まれたとしても生存する確率は低いですし、今いるエビたちが余生を過ごしてくれればいいなと思ってます。ちなみに導入してしばらくしてから抱卵個体を見つけたため、意外と馴染んでいるようです。まあそれからチエビは見つかりませんでしたけど。というわけでいかがだったでしょうか。3年間にわたるレッドビーシュリンプ育成計画でしたが、とりあえずの終わりを迎えました。ヤフオクで買った1センチにも満たないレッドビーをここまでつなげられたのは、皆さんのアドバイスあってのことだと思います。今後レッドビーに関しては新しく水槽を立ち上げて本格的に飼育を再開しない限りは続報がないと思いますが、いつかまた爆食へのリベンジをしてみたいですね。これからもいろんなことにチャレンジしていきますので、動画を見て応援していただければ幸いです。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。